今回は消しゴム塗装のノウハウ編ということで、金消しを題材に下準備として行っている過素材の抜き方を中心に簡単に動画に撮ってみました。今回はデカ消しを題材でやってみますので、参考にしてもらえればと思います。まずは下処理前に今回取り扱う金消しの紹介から始めます。まずはバンダイ製のデカ消しです。見分け方は背中のバンダイの刻印です。バッファローマンです。続いてモンゴルマン。今回下処理するのは2000万パワーズです。バンダイの子会社吊り下げの低価格帯玩具を展開した株式会社丸越が販売していたデカ消しシリーズから、今回下処理するのは第6弾のデビルマジシャンとオイルマンです。そしてその丸越製デカ消しの中でも技消し、当時はファイティングポーズという名でラインナップされた中から、今回は筋肉マンとウォーズマンのご存知筋肉バスターのセットです。バンダイ製と丸越製だと実際に比較してみるとこれくらいのサイズ感の違いがあります。ちなみに筆塗り塗装前の準備作業は保管状態でついた曲がり癖を補正してそれぞれの消しゴムフィギュアを自立させる目的もありますが、今回の対象金消しは一応それぞれしっかり自立できる状態では保管されていました。まず最初の工程は煮沸です。使用しているのは IH コンロ、それに対応した小さな鍋。水は熱してふつふつと80度から100度を超えてくるくらいまで沸かして保温していきます。金消しを投入していって素材に熱を加えます。目的は表面を洗い流して余計な油分やホコリを取ること。加熱することで素体が柔らかくなるので、その時に曲がり癖を解消すること。このデビルマジシャンのように多少なりとも癖を解消したり成形したい場合は、このタイミングで柔らかくなった素体に力を加えて矯正していきます。自立できるように成形しておけば、熱が冷めると再び固まってきてうまく自立できるフィギュアになります。順に今回下処理する金消しを投入していって2、3分加熱します。レギュラー版の4センチサイズ金消しであればまとめて投入して煮沸ができますが、デカ消しであるとそうはいかないので、数体ごとに入れ替えながら熱を加えていきます。そして煮沸処理が終わったデカ消し素体は一旦しっかり乾燥させます。次の工程はベンジンを使った過素材抜きです。デカ消しの場合、素体のサイズ感に合わせて円筒状のペット素材の容器か長方形のタッパーかいずれかを使うようにしています。背の高い大きな素体にはタッパーを使います。作業する金消しの量と漬け込むベンジンの容量にちょうど合ったサイズが望ましいです。ベンジンはネットやドラッグストアで手に入りますが、揮発性刺激臭ありの薬剤なので、短時間の作業ですが換気をしてメガネ、手袋、マスクをつけて作業をしています。数社発売していますが性能はどれも変わらないので一緒ですが、注ぎ口の形状が各社で微妙に異なるので、相性の良い会社のものを見つけるのが良いと思います。順に煮沸した後乾燥させた金消しを投入していきます。まずはファイティングポーズのウォーズマンと筋肉マンから。金消しの傘に対してひたひたになる量のベンジンを注ぎ入れます。うまく全量が浸かるように調整。容器を密封します。最近はこのラップでゴム止めというのが一番密封できるのでそうしています。容器に付属の蓋だと時間の経過とともに少しの隙間から空気が入ってしまうことがあったので最近は使っていません。これで目安としては一晩から2日置きます。2日後です。ベンジン漬け込みが終わりました。金消しを取り出していきます。過素材が抜けた分、素体自体が一回り小さくなってきます。この後ベンジンから取り出した金消しは一旦さっと水洗いして乾燥。ベンジンは数回は使い回せるので、そのまま容器に次の金消しを投入します。丸越製デカ消しのオイルマンとデビルマジシャンを順に。一連の下処理を経ても素体の色に特段変化はありません。
うまく容器とベンジンの量に浸かるようにピンセットで調整します。再びラップとゴムで密封して同じように一晩から2日寝かせます。このあたりの少しマニアックな超人もしっかりラインナップされていて、100種類以上展開されていたのも丸腰製の特徴です。また2日経ちました。ちなみにレギュラー版金消し、2017年から展開された新規造形の金消しや金消しプレミアムも今のところは可素材を抜いて硬質化させる工程は同じです。おそらく過去のものとは可素材の構成成分は変わっているはずですが、同様の工程でカチカチの硬質金消し素体にすることができています。ただし1999年にバンダイから発売された復刻版デカ金消しだけは使われている素体の成分が異なるのか、うまく可素材が抜けなかった記録があります。次はサイズの大きいバンダイ製のデカ消しです。円筒の容器では収まらないので、浅く幅の広い長方形のタッパーに変更します。これまでに使っていたベンジンをこちらに移し替えます。モンゴルマン、バッファローマンの順に容器に入れます。高さが出ないようにできるだけうまく重ね合わせて傘を低くします。ベンジンの量は体積的に足りないので足し入れます。バンダイ製デカ消しの特徴は、デカ消しでも一回り大きいサイズ感とスリムボディの造形です。ひたひたになるぐらいまで注ぎ入れて、またラップとゴムで密封をします。大きさは違えど、また一晩から2日寝かせます。2日経過しました。取り出します。可素材が入ったまま塗装すると、塗装後に塗料に反応して可素材が外に出てきて、ベタつき、テカリが生じてしまったことが何度もありました。今回のこの下処理はそれを防ぐ効果があり、水性塗料での塗装を経てもしっかり色が定着することになります。それぞれのデカ消しがしっかり乾燥したら、今度はミスタースーパークリア艶消しを全体に塗布。表面にマットな塗膜を作って、筆塗りの色のりが良くなるように下地を作ります。そこまで一連の下処理が完了した6体の金消しがこちらです。事後のレビューになります。自立のチェックをしていきます。問題なくどの金消しも自立しています。そしてファイティングポーズの筋肉バスターは音に注目ください。カチカチと硬質フィギュアになっています。いわゆる金消しと言われる消しゴムフィギュアの独特の柔らかさはもうありません。ということで今回は消しゴム塗装のノウハウムービー。デカ消し6体を素材に水性アクリル塗料筆塗りの前工程で行っている下処理を簡単に動画に撮ってみました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。